ここからはプロの漫画家になりたいという人たちのためにお話をしていきたいと思います。漫画家になりたいと思ってる人たちによく聞かれるのが、何歳からでも遅くないですかっていう質問なんですよね。35歳ですけど大丈夫ですかとか、40過ぎても漫画がデビューできますかとかね。この漫画を送ってきてくれたうどんげさん、この人もそういうことを書いていて、この人26歳なんですよ。年も年なので、今の実力でプロになることは厳しいんですか？アドバイスなど教えてくださいみたいに書いてあるんですよ。このハイドチャンネルのイラスト添削と漫画添削、いろんな年齢の人が出してきてるんですね。年齢が1桁の人から50代の人まで、僕のチャンネルには絵や漫画が毎日送られてくるんですね。僕より年上の方もいらっしゃいますよ。視聴者の皆さんはどう思って見てるかわかんないですけども、皆さんが見てるイラスト添削や漫画添削の中には結構40代、50代の人の絵も混じってるんですね。その年齢言ってないだけで。イラストや漫画の世界って僕は年齢関係ないと思うんですけども、漫画家としてデビューするってなった時に、やっぱり若い方がいいのかなって思う人はすっごい多いんですよ。で、その気持ちは僕もわかります。だいたい漫画雑誌の応募には、年齢性別問いませんって書いてるけども、あんなの本当なのっていう風に思う人が多いと思うんですよ。もっとはっきり教えてくれよっていう人が多いと思うので、ざっくりと伝えますね。ただ最初に言っときたいのは、僕は漫画家っていうのは何歳でもなれると思ってます。ただなれるジャンルとか、どういう漫画を描くかによって変わるって思ってるんですね。じゃあ、何から行きましょうかね。少年漫画から行きましょうか。このうどんげさんが少年漫画だと思うので。少年漫画。いつも俺字が汚いからちょっと綺麗に書かないとダメね。少年漫画のデビューする適齢期、10代後半から20代後半だと僕は思ってます。てか、これぐらいが多いって言った方がいいかな。これぐらいでデビューする人が多いよって言ったらいいかな。だから、30代なんだけど、少年漫画家としてデビューできますかっていう質問に対しては、デビューできなかないけども、ちょっと厳しくなってくるって思った方がいいですよね。じゃあなんで厳しいのっていうとこなんだけど、年齢が問題というよりも、編集者から将来を期待されるか否かっていうところが僕は大きいと思ってます。例えば、ほぼ同じ実力の漫画家の画力もストーリー力も、ほぼ同じ実力の A さんと B さんがいたとします。A さんが、じゃあ18歳だったとします。で、B さんが32歳だったとします。で、どっちをデビューさせるかって言ったら、編集部は A さんを選ぶと思うんですね。なんでかっていうと、この人の方が将来を期待されるからっていうことだと僕は思うんですよ。この人の10年後とこの人の10年後って違うじゃないですか。この人はまだまだ伸びるぞっていう風に、将来を期待されるから若い方がいいっていう風に言われることが多いのではと僕は思います。だからダメだとは言わないけど、30過ぎると厳しいかもですよね。で、この人は26でしょ。26でも、少年漫画の場合、まだ全然新人フレッシュだって言われます。なんでかっていうと、男性向けの漫画って、社会性がすごく必要とされるので、作者自身もある程度、社会的に広い目を持ってないと認められないようなところがあるんで、逆に15歳とか16歳とかでデビューして連載とかってのは難しいと思いますよ、逆に。じゃあ今度少女漫画行きましょうか。少女漫画のデビュー、そうだな、10代前から、20代前かな。少女漫画家さんの方がデビューする平均年齢って少年漫画よりも若いと僕は思ってます。なんでかというと、前回の少女漫画はなんで難しいかっていう動画も合わせて見ていただきたいんですけど、それ概要欄にリンク貼っときますね。少女漫画っていうのは、可愛いのセンス、ファッションセンス、流行、なんかそういうものに敏感である必要があると僕は感じてるんですね。少女漫画っていうのは、今の時代をリードするっていう感覚の方が重要だと思うので、比較的デビューするのも若い人の方が多いと思うし、その方が有利だと僕は思ってます。で、少女漫画のテーマってほとんどが恋愛漫画なんで、25歳っていう年齢は少年漫画ではまだまだ若手、フレッシュっていう風に見られると思いますが、少女漫画で25歳でデビューっていうと、ちょっとお姉さんだねって思われる年だと思います。なので、25歳までにデビューすることを目標にする方がいいんじゃないかなって僕は思いますね。ここ書いとこう。29歳まで。25歳まで。
あと少女漫画で、若さを求められる理由は、少女漫画の作者ってほとんど女性になるじゃないですか。女性の方がね、年取るの早いんですよ。男はね、いつまでも子供でいられるんですよ。だけど、女の人っていうのは、20過ぎると、もう結婚とか出産っていうものがちらつき始めるじゃないですか。なんつうんかな。女の人の方が現実的なんですね。10代の時は夢見る乙女だった女の人も、20代になると結婚、出産、みたいな感じになるっていうか、少女、独身女性、奥さん、お母さんっていう風に、女性はトントン変わっていくんですよ。年齢とともに。男みたいに、いつまでも子供じゃいられないところがあるんですね、多くの女性っていうのは。10代の時は、好きな男の子が、隣の席に座ってドキドキ、みたいなさ、そういう感覚が、20代になったらもう、作者の方がアホらしくなってるというか、卒業しちゃってるんですよね、書く方が。夢見る乙女みたいなんじゃなくなっちゃってるって言ったらいいのかな。自分自身がね。だから少女漫画が描けなくなるって言ったらいいのかな。書く方が。男は割といつまでも少年漫画が描けるんですよ。割といつまでもバカでいられるっていうか。だけど、女の人の方が冷めちゃうので、っていうのもあるかな、これはね。ヤング誌。ヤング誌、ヤングジャンプ、ヤングマガジン、ヤングチャンピオン、ヤングサンデー、ヤングガンガン、ヤングキング、ああいう感じですよね。18歳以上の男性が読む雑誌のことです。これはね、20代前から30代前かna。もちろん早い人であれば10代で賞を取ったりデビューする人もいるんですけども、ヤング誌は少年漫画と違って働く男が主人公になってることが多いんですね。ヤンマガとか例外だけど、結構不良とかが主人公になってますけどね、マガジンは。だけど、だいたい職業ものが多くなってくるんですよ、ヤング誌になると。となると、やっぱりさっき言ったその男性誌には社会性ってものが必要になってくるんで、社会性がありながら専門的な知識が必要だったりとか、書くことが難しくなるって言ったらいいのかな。なので、作者もそれなりに勉強していたりとか、社会経験がないと、ヤング誌の漫画が書けないので、作者も上がっていくんですね。だから、ヤング誌の場合は30代前半でも若手って言ってもらえるんじゃないかなと思いますね。だから、ヤング誌はそうだな。言っても35つの間、33ぐらいまでかな。これぐらいまでをデビューの目標にされるといいんじゃないかなと思いますね。だからなんだろうな。頭良くないとできないイメージがあるかな、俺的に。ヤング誌って。僕はね、ヤングマガジンデビューだったんですね。でも早かったんでめちゃくちゃ。21で僕デビューしてるんですよ。だけど、デビューはしたものの、全然そこから掲載されなかったんですね。今、振り返れば、やっぱり知識と社会経験が足らなかったなと思いますね、自分自身にね。レディコミ行こうか、レディースコミック。これは、これも20代前だな、やっぱ。から30代前かな、レディースコミックは。やっぱり、レディースコミックっていうのは18歳以上の女性が読む漫画、OL さんとか結婚経験がある女性を読者とする漫画ですけども、男性誌と違って、結婚っていう経験があるとか、子育てっていう経験があるとか、そういう風なところを問われるっていう感じですかね。もう学生時代乙女って言われる年を卒業して大人の恋愛の経験があるとか、そっちを問われるんでこうなるって感じですかね。昔はね、レディースコミックでデビューってほとんどなかったんですよね。レディースコミックっていうのは少女漫画家さんでキャリアがある人、経験がある人がレディースコミックの漫画家になるっていうのが多かったんですけど、最近はレディコミでデビューっていうのも増えてきたと思います。だからこれぐらいかな。6歳まで。微妙だな。36歳まで。これもジャンルにもよりますけどね。エッセイコミックいこうか。エッセイコミック。エッセイコミックは、これも女性が圧倒的に多いです。エッセイコミックで男性の作家って多分1割以下じゃないかな。ゼロではないですけど、ほとんど女性なんですね、これも。で、エッセイコミックっていうのは、4コマ漫画ではないけど、ストーリー漫画までいかないっていう感じですよね。作者の実体験とか経験をもとに書かれた漫画がエッセイコミック。20代半ば以降の女性が読むことが多いので、これもやっぱり20代だろうな。20代中半ぐらいから30代。いや、そうだな、後半。39歳までにしときましょうか。いや、40代でもできると思うけどね、デビュー。じゃあ、42までってしとこうか。
42歳ぐらいまで。あくまでも目安ですよ。こうじゃないとダメだって言ってるのじゃないから、そこは誤解しないでね。で、この年齢って何かっていうと、聞いていてなんとなく分かってきたかと思うんですけど、その漫画を描くのにどんなスキルが必要かっていうことなんですよ。だから年齢だけがデビューできやすいかできにくいかの理由にならないっていうことが、だんだん聞いてて分かってきたかと思うんですけども、あと、そうだな。BL 行きましょうか。みんな大好き BL。女の子、若い女の子がなぜか大好き BL 漫画。これはやっぱり、でもね、これもね、結構あんま若くてもあれなんだよな。BL ってね、結構バカにできなくて、やっぱ俺ね、20代前、10代じゃ厳しいと思うな。から、20代後じゃないかな。こう。BL って読むのは若い女の子、10代の女の子が多いんですけども、書く側の人間に回った時に、美形が書けないと認められないので、画力が必要になってくるんですよ、BL 漫画って。だから、ちゃんと編集部通してデビューしようと思ったら、それなりの画力が必要になってくるんですね。となると、やっぱり作者に経験が必要になってくるから、10代の子がチャチャチャって書いた BL でデビューできるかって言われると、僕は難しいと思います。あと、読者を騙す力が必要っていうか、例えば BL とかだったら、会社の上司と新米サラリーマンが恋愛とかってよくあるパターンみたいじゃないですか。なんかの仕事の先輩と後輩とか、そういう設定が割とあるんですよね。そしたら、その会社のことをちょっと知ってなくちゃいけないとか、例えば病院の中のベテラン先生と、新米医師の BL とかになると、ある程度病院のことを知ってなくちゃいけないし、会社の BL だったら、会社組織っていうものがある程度知識が必要じゃないじゃないですか。なんとか会社のなんとか部署、営業部署とか、経理とか、事務、会計、広報、なんかそういうのも必要だし、部長、課長、係長ってそういう順番なんかも知ってなくちゃいけないし、ある程度そういうものが分かってて、それを読者に、あ、そういう世界があるんだって思わせなきゃいけないんですね。錯覚させる力が必要になってくるんですよ。となると、やっぱり若いとできないっていう僕は印象があるんですね。BL、どれぐらいだろうな。34まで。なんで5じゃないんだって話なの。結構僕、BL 難しいと思います。なんか誰でも書くから、素人の女の子が。だからこそプロになろうと思ったら甘くないと思いますね。ウェブとかで勝手に漫画あげるのは自由だと思うけども。あと、エロ漫画。これは男性向けだと思ってください。エロ、やっぱ20代なんのかな、エロも。から、どこまでも。どこまでも、どこまでも、どこまででもいい。50代だろうが、60代だろうが。僕ね、エロ漫画はね、すっごい広いと思ってます。なんでかっていうと、まずこれ需要が高い。まずエロは需要が高い。もう、男でエロを欲してないやつなんていないので、とにかく需要がすごい高いっていうことと、ジャンルとかシチュエーションがもう多方面にわたって数えきれないぐらいのフェチズムとかシチュエーションがあるんですよ。どこに、興奮するかって、とにかく広いんですよ、これ世界が。世界が広いんです。果てしなく続くんです、エロの世界は。だから、書き手も果てしなくいるし、果てしなくあっていいと思うんですよ。僕20って書いたけど別に10代、もう10代でもいいと思う。もう10代でもいいし、もう1桁でもいい。もうなんだったら、もう。エロの世界って、めっちゃくちゃ絵が下手な人も書いてるし、逆にめちゃくちゃ絵が上手い人もいるし、もうストーリー力なんて全くないようなエロもあれば、感動すら覚えるような、もう心温まる愛情に満ちたエロ漫画もあるし、ものすごい広いんですよ、範囲が。で、だからもうどこまでも。どこまでも、どこまでも、どこまでもです。もう、こんな感じかな。ハイド調べ。ペガサス、ペガ調べ。ペガシラによると、こんな感じと、このあたりでデビューする人が多いのではなかろうかと。ただし、繰り返しますけど、じゃあこの年齢に入ってなければデビューできないのかってそんなことはなくって、この年齢のあたりの人が読者の需要するものを持ってるとか、それらの漫画を描くスキルや知識があると思われる年齢っていうことだと思ってください。それらがあれば、この年齢外の人も十分デビューできる可能性があるっていうことですね。これから漫画がデビューしたいと思ってる人は活動のヒントにしてください。あなたの漫画はもっと面白くなります。僕はこのチャンネルで皆さんの漫画の描き方のヒントになることを配信しています。週刊連載をやった僕しか話せない体験談などを配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので、概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いします。この動画は
ハイドチャンネルがお送りしました。